What's going on, guys? Welcome back to the channel. Welcome back. It's your boy Terabyt Reacts here, back with another reaction of Legend of the Galactic Heroes. Today we're doing episode 33 and 34. Things are getting really warm in this anime. Things are getting really warm. I like where it's heading. I like the story that is being told. I've said this multiple times. I just wanted want you guys to know that no matter what my criticism, right, or my constructive criticism, I should say, of this anime is, just understand that it's done out of love. It's not done out of hate, and you can disagree. There's nothing wrong with disagreeing, and all is still right with the world. All right, so we're gonna jump in episode 33 and 34. Let's jump into it. Let's go. 4000人からの兵士が詰めていたはずだが全滅です。なんということだ。外壁の修復は現状では不可能ですが、流体金属層は自然回復します。ただし RU75 ブロックにも By the time Yang gets here, y'all all gonna be dead. 外壁に面したブロックへの立ち入りを禁止。司令官大、反撃はどうしますか。反撃せざるを得んでしょう。このまま出して第2撃を待つことはできません。しかし今のを見ただろう。双方で手法を打ち合えば共倒れになってしまうぞ。そうです。だからこそ恐怖を教えれば敵もうかつに手法を打てなくなるでしょう。そうすれば互いに手詰まりになって、つまりは時間を稼ぐことができる。まあ敵に弱みを見せるわけにはいきません。分かった、その通りだ。トールハンマー用意。エネルギー充填。エネルギー充填完了。固定固定。はいや。それでは第一艦隊の出動許可はいただけないのですか。第一艦隊を動かしてしまったら首都の守りをどうするのかね。自分たちの恥をさらすようですが、昨年のクーデターの時、首都にはいくつかの艦隊が駐留しておりました。にもかかわらずクーデターは起きたではありません。だからといって首都の守りを空にしていいものではない。何しろ今のハイネ戦には頼みの綱だったアルテミスの首飾りもないのだからな。ですが第一艦隊を動員するんでなくて、ヤン提督にどの兵力を率いてもらうんですか。各正義の警備隊や治安部隊を招集すればいい。5000や6000は集められるだろう。しかしとにかく国防委員会としての決定だ。機関はその範疇での裁量を任されているに過ぎん。お取り違いのように。委員長、確かに独立部隊を集めても5000やそこらにはなるんだろうが、そんなにわか作りの混成部隊だな。それで十分とは言えませんが、あまりご無理をなさらないでください。実はな、軍の内部でも第一艦隊の動員には反対が強いんじゃ。クール3本部長が去年の傷が元でまた入院してしまってな。味方してくれる者もおらん。入院が長引けば辞表を出さざるを得んじゃ。そうなるといよいよ年寄り一人孤立無縁さ。私がいますよ。そいつはありがたい。4つの独立部隊ですか。この2人の准将は知りませんが、モートン少将は存じています。前の第9艦隊の副司令官ですね。アムリッツァの敗戦の際、途中から指揮を引き継いで艦隊の全面崩壊を防いでおる。なかなかに沈着な男で。このアラルコン少将、どっかで聞いた名ですが。民間人と捕虜を虐殺した疑いで軍法会議にかけない。あの証拠不十分で片付けられた事件か。使いにくいじゃろうな。いえ、兵力は兵力です。とにかく出発してこれらの部隊と合流しながら行きましょう。頼んだぞ。第24監視重連絡。要塞表面に敵の歩兵部隊が降下を開始しています。こちらも歩兵部隊を動員せねばなるまい。シェンコップ少将、頼む。敵もどうして撃つ手が早い。ミンツ、はっ。ローゼンリッターを出動させろ。大至急だ。俺が直接指揮を取る。おい、何も指揮官が自ら白兵戦に参加する必要はなかろう。ここにいてくれ。少し運動してくるだけです。すぐ戻りますよ。
They call this. This is what they call hand-to-hand combat. うまいな。ローゼンリッター。ローゼンリッター。あの騎士。ローゼンリッター。引け。待て、顔にするな。攻撃しろ。ブルマールト、信号弾を上げろ。引き上げるぞ。 He's got a point. 帝国軍は攻めてきたのでしょう。帝国も今は内政に力を入れる時期だと思いますが。多分出兵自体には大した意味はないんじゃないかな。新戦法を試してみる程度のつもりかもしれない。勝てば幸いと。だからローエングラム校も自分では出てこないんだろうね。むしろその時期に合わせたように私が呼び出された方に作為を感じるね。するとまた帝国が。いや、それがそうでもないらしい。レベロ議員から聞いた話では、そもそも今回のサモンはフェザーンに吹き込まれたらしいんだ。フェザーンを経由して帝国からというのも考えられるが、これまでの情報によると帝国軍は私の不在を知らないようだ。それでは閣下がおっしゃっていたフェザーンが帝国に同盟を滅ぼさせるという可能性が現実のものとなってきたのかもしれない。やれやれ、また悪い予感ばかりが当たる。ユリア、すまんがうちの様子を見てきてくれんか。もう4日目だ。子供たちが心配しているだろうが、ここを離れられんのでな。わかりました。我々も勝利に近づいているのだ。敵要塞移動開始しました。接近してきます。やはりトールハンマー用意。エネルギー充填。イゼルロン要塞表面、トールハンマーを確認。発射態勢にあります。推定目標、東要塞。思わん。最大加速しながらガイエスアーケンを打ち込み。敵要塞さらに接近。奴らトールハンマーが目に入らんのか。接近。第79砲塔全開。生徒者なし。 LB29 ブロック大破。負傷者多数。第79砲塔は放棄。LB29 ブロックの負傷者を急ぎ救出せよ。司令官代理。トールハンマー正射。近いせ。ひるむな。続けろ。奴ら共倒れを覚悟で。バカな。向こうの方が装甲が薄いんだぞ。被害状況 RG25 ブロック大破。なれど先の着弾に必して警備。さらに打ち返せ。敵の出力が落ちたか。違います。妙です。そんな。どうした。敵要塞の流体金属装甲が熱くなっていきます。そんなことが。司令官代理、トールハンマーが水没します。なんだと。 Submerged. 敵要塞さらに接近。映像出します。これは引力か。何。一生というわけか。敵の狙いはこれだったのか。ガイエスブルグ要塞の巨大な質量そのものを利用してこちらの手法を封じるとともに自らの装甲を強化するとは。しまった。後ろだ。 Ooh. 敵艦隊急速接近。 Smart. やられた。撃て撃て。我らミュラー艦隊こそ初めて艦砲でイゼルローンの外壁を破ったと歴史に残るぞ。ミュラーめやったな。機関停止。距離を保て。ポイント B796 に敵戦艦。第215砲台に迎撃させろ。敵要塞停止。重力場の調整で元に戻せないのか。やれないことはありませんが、すぐには無理です。とにかくかかるんだ。駐留艦隊出撃準備整っております。そのまま待機。このまま港の中でやられちゃかないません。出撃させてください。とにかく待て。司令官代理。今出たらガイエスブルグの主砲の餌食だ。イゼルローンの影から出ればいいでしょう。そちらには敵艦隊がいる。資格はないんですか。ポイント NZ25 に着弾。レーザー水爆ミサイルです。外壁を破られました。ワルキューレ発進。
重力圏内の制中権を確保し次第、強襲揚陸艦による降下作戦を展開。装甲敵弾兵部隊5万人が要塞内に侵入し、外部からの攻撃に呼応して司令室管制室の制圧を図る。これに成功すればイゼルロン回廊は我々のものだ。敵艦隊より艦載機の発進を確認。数およそ2000。第1、第2空戦隊緊急発進。ローエングラム公が簒奪を企むとしたら、やはり皇帝を殺すのでしょうか。いや、それはないと思うね。7歳の子供を殺せば政治云々より先に人道的非難を浴びることになるのは明らかだからね。彼はそんな愚劣な選択はしないだろう。そうですわね。彼にはそれだけの器量がある。だからこそ多くの名将が彼のもとに集まる。昨年イゼルローンに見えたキルヒアイス提督も立派な方でした。ああ、私はね、彼の訃報を知った時、古くからの友人を亡くしたようなそんな気持ちにさせられた。戦う相手同士の偽善だと言われるかもしれないが、彼ならば同盟と帝国の共存のための架け橋になってくれたかもしれない。そう思っていたんでね。閣下は帝国と共存を願っておられるのですか？とりあえず戦争が終わればいいと願っている。別に全人類社会が単一国家である必要はないさ。同盟と帝国が併存していたって一向に構わない。専制国家とですか？専制政治自体は絶対悪じゃない。ただの政治の一形態に過ぎないのさ。要はそれをいかに社会のためになるように運営していくかだ。ローエングラム公は効率的で公平な前世を敷くだろう。現に帝国はその方向に改革されつつある。実際政治改革をドラスティックに進められるのは民主制より専制の方なんだ。確かにそうですわね。だが専制政治によって人類が統一されるのは避けるべきだと思う。それは？例えばローエングラム公にはその力量があるかもしれない。だが彼の子孫は、彼の後継者は常に名君が輩出するとは限らない。むしろ彼のような存在は何世紀に一人の奇跡のような。 Every few centuries. That, yo, it's the thing that I like about Yang. He's such an historian to the point where it's annoying, to be honest. He's an historian to the point of annoyance. You know what I'm saying? It's like, but why do you know all of this? You know when you're so disappointed in your own intelligence or in the know about certain things, you get mad at somebody else for knowing stuff. It's to that point with Yang. From what he's describing right now is, it's very true what he's saying. It's like, yeah, you can have a good dictator, right? You can have a good dictator that rules and way how they treat the people in the society and all that. And you might have a good ruler, right? There's plenty of good rulers that were in the past, when you're talking about the English monarchy and stuff like that. Like, they were good people, right? And they did what they had to do. But it doesn't always stay that way, because whoever takes over, especially when it comes on to monarchies where, it's my firstborn got to take over. Suppose you're not around long enough to teach him to be like, and even if you teach him to be a certain way, he might turn out to be a wicked person when he realizes, I got the power. And the power, he might not use that power for good. So that's where the problem comes in. It all depends on that person's character, as Yang is saying. So he's speaking facts. 全人類を委ねるわけにはいかないと思うのさ。私に艦隊の指揮権を一時お貸し願いたい。もう少し状況を楽にできると思うのですが。お任せします。やっていただきましょう。敵の戦闘艇の抵抗が思ったより激しいものの、全体としての我が軍の優位は動きません。圧倒していると言ってよいでしょう。この回廊はやがて名を変えるだろう。ガイエスブルグ回廊。それともケンプミラー回廊ということもあり得るぞ。どうしたというのだ、ケンプ司令官。勝利を前にして妙に浮ついて見える。手間取ると足をすくわれることもある。あまり使いたくはないが、あの手を使って一気に決めるか。無人にした巡航艦をイゼルローンの軍港に突入させる。6隻でよい、至急用意しろ。守勢に徹してヤン提督の来源を待つという司令官代理の基本方針は正しいと考える。したがってその方針を戦術レベルにおいて有効に実施するのが将官の任務である。差し当たっては
要塞への上陸を企図する帝国軍を排除せねばならない。諸君の協力を得たい。私はメルカツ提督を支持する。私はヤン提督を全面的に支持するものです。ですからヤン提督が支持するメルカツ提督を支持するでしょう。支持せざるを得んだろう、マーサイ。作戦を説明する。敵艦隊の封じ込めに失敗したか。閣下、まだ我が軍の優勢が覆されたわけではありません。その通りだ。艦隊戦に持ち込むというのなら望むところ迎撃するぞ。敵艦隊こちらに向かってきません。要塞回収を逆進します。なんだと、戦わずに逃げるのか。ヤンというのは妙な男だな。これは罠だ。我々に後を追わせトールハンマーの有効射程に誘い込むつもりだ。時計と逆回りにイゼルローンを迂回。敵艦隊の頭を押さえるぞ。しまった、こちらが罠か。反転しつつ上昇。います。4時の方向、敵艦隊急襲。上下回避。ダメです。密集隊形。火力と装甲の弱い艦を内側に休憩陣を敷け。持ちこたえればすぐに援軍が来る。ユラは何をやっているのだ。主砲は撃てません。味方を巻き込みます。大変ドル一人一見。はっ。見殺しにもできん。予備兵力8000を率いて出撃し、ユラの小僧を救い。はっ。出撃します。どうも司令官は焦っておられるようだ。成功すれば武軍の巨大さは比類ないものとなるが、万が一失敗したら。高等はともかく官職に回されるぐらいはあるやもしれん。そうなればロイエンタール、ミッターマイヤー両提督との差は絶望的なものになるから。ガイエスブルクより増援艦隊出撃。よし、増援艦隊の攻撃と呼応して一点突破を図る。砲火を集中しろ。無理に逃がすまいとするな。適度に道を開けて通してやるのだ。このまま大陣形で敵の後部に集中砲火。少しでも敵の兵力を削いでおくに越したことはないからな。だが深追いは無用だ。Don't pursue them too far. I wonder if they know. Do they know that they have mercats? 味方艦隊も順次期間中。さすがだな、メルカツ提督は。まあ敵にばっかり優秀な人材が集まったのでは不公平ということですからな。兵は前線した。だが単にそれだけのことだ。祈りがなくては何もならぬ。以後は後方に下がるよ。よいな。まさかこう独り占めするつもりではなかろうな。どうなさいます閣下。どうもこうもない命令には従わざるを得ん。それに傷ついた艦隊の再編もせねばならんからな。閣下、本国より戦況報告を求めてきておりますが、何と伝えればよろしいでしょうか。我が軍有利。は？それだけで？それ以上は何もいらん。ただ我が軍有利とだけ伝える。は？それは本当か？内容の信憑性は分かりませんが、瀕死の捕虜が高熱にうなされてそう口走りました。その後死にましたので確認することはできませんが。しかしそんなことがあり得るだろうか。あの恐るべき男は要塞にいないなどと。ああ。それほどまでに恐るべき男なのですか。 K はあの要塞を味方の血を一滴も流すことなく陥落させることができるか。いえ。ではやはりヤン・ウェンリーは恐るべき男。優れた敵には相応の敬意を払おうじゃないか少佐。そうすることは我々にとって決して恥にはならんだろうよ。はい。ところで戦国の敵艦隊の中に確か戦艦ヒューベリオンがいたな。ほう、あれは確かにヤン・ウェンリーの旗艦でした。それにしてもヤン・ウェンリーという男、いればいたでいなければいないでどれほど我ら帝国軍を悩ませることか。魔術師ヤンとはよく言ったものだ。宇宙歴。ようやく捕虜の一人が口を割りました。やはり上からヤン・ウェンリーがいないと言って我らを混乱させるようにと命令されていたとのことです。やはりそうか。危うく騙されるところだなか。果たしてそうかな。
罠を仕掛けたにしては妙だ。そもそもヤンウェンディがいないなどという話はにわかに信じがたい。デマとして流す内容にしては飛躍しすぎている。確かにそれにヤンほどの男が指揮を取っているにしては後手後手に回りすぎる。それでは実際にヤンはいないのではないか。そしてその情報が漏れたのをごまかすために罠だったと思わせようとしているのではないか。しかし確証はない。索敵と警戒の網を回廊全体へ張り巡らせろ。閣下、ヤンウェンディは要塞にはいない。その帰途を待って彼を捕らえるのだ。そうすればイゼルローンどころか同盟軍そのものが瓦解し、最終的な勝利は我らの手に帰すだろう。何、3000隻も。はあ、三浦副司令の指示で回廊の同盟が方向に分散配置を。この時期にミラーは何を考えているのだ。昨年今は亡きジークフリード・キルヒアイスが捕虜交換のためにイゼルローンに赴きましたが、帰ってから私に漏らしたことがあります。ヤンウェンディなる人物を初めて見たが、勇猛な軍人のようには少しも見えなかった。そこにこそ彼の恐ろしさがあるのだ。それで捕虜が死ぬ間際に申しました。ヤンウェンディは要塞にはいないとです。その理由は分かりませんが、当然彼は我が軍の襲来を知り急ぎ戻ってくるでしょう。そこを襲って捕らえれば同盟軍にとっては致命傷になります。ヤンはどんな奇策を使うかわからぬ。そう言ったのはK自身ではない。イゼルローンは同盟にとって最大の要衝だ。その司令官が何で任地を離れるものか。自分が要塞にいないと思わせ兵力を分散させようとの腹に決まっておる。直ちに兵を元の配置に戻せ。兵の兵力は予備戦力として極めて重要なのだ。閣下、どうしたものかな参謀長。お気持ちはわかりますし、将官も閣下のお考えに賛成ではありますが、閣下は副司令官であられます。ご自分の我を通らせるよりも総司令官のご方針に従うべきではないでしょうか。 K の言うことは正しい。副司令官は総司令官の意に従うべきだ。分かった。宣告の命令は撤回する。 Damn, bro. ミッターマイヤー。はっ。おのおの機下の艦隊を率いて直ちにイゼルローン回廊に赴き、ケンプ・ミュラーと合流せよ。はは。ご命令謹んでお受けいたしますが、この時期に我らが出撃いたしますと宝石を横取りされるとケンプ提督が誤解しますまいか。そこまでケイラが心配する必要はない。第一、ケンプが功績を立てているならともかくそうとは限らないではないか。よい。戦線をむやみに拡大するな。それ以外のことはケイラの前瞬に委ねる。ローエングラム公はどういうおつもりか。戦闘が膠着状態に陥っているなら我々の赴く理由は十分にある。だがケンプは勝っているなら行く必要はないし、負けていれば今更言っても仕方あるまい。いずれにせよ我らは最小閣下のご命令を受けたので最善を尽くすとしよう。差し当たり戦場に着く早々戦わねばならぬ状況であった時どうするか。あとはその場で考えればよかろう。そうだな。とりあえずケンプが敗れて追撃されている時の対処だな。ケンプ提督からの報告書、何やらお気に召さぬご様子と伺いました。ケンプももう少しやると思ったが、敵を苦しめたというあたりが限界のようだが、目的は要塞を無力化することにあるのだ。必ずしも攻略占拠する必要はない。極端なことを言えば要塞に要塞をぶつけて破壊してしまってもよかったのだ。ですがケンプ提督はガイエスブルグを拠点にして正面から堂々と決戦を挑むことに意義を見出したのでは。だから限界だと言っている。その点ケンプを責任者に選んだ方も責任を免れますまい。彼を推挙した将官も誤った選択を反省しております。おお、なかなか首相ではないか。だが最終的に彼を選んだのは私だ。それに元を正せばあのシャフトが無用な提案をしたことに原因がある。無益だけならまだ良いが、有害ときては私としては偶する方法を知らんな。So the point is not to recapture. They want to destroy the place. たとえ汚れたものでも、駒はより多くお揃いになった方がよろしい。誤解するな、オーベルシュタイン。私は宇宙を盗みたいのではない。奪いたいのだ。我々にはそれほど時間はないんだ。と申しますと、戦線が膠着していると知ったローエングラム公は増援を派遣するに違いない。もし増援が来るまでにイゼルロン周辺中域を回復していなければ我々の勝算はゼロに近くなる。これまでは時間が味方してくれたけれど、これからはそうではなくなるのですね。うん。それにしても持ちこたえてくれて幸いでしたわ。もし閣下が敵の指揮官ならとっくにイゼルロンを落としておいででしょ。そうだね。私だったら要塞に要塞をぶつけるだろうね。ドカーンと一発相打ち。それでおしまいさ。
その後で別の要塞を運んでくればいい。随分と過激な方法ですわ。でも有効だろう。だけどどうやら帝国軍の指揮官は発想の転換ができなかったみたいだ。もっともすでにその策で来られていたらどうにも対策はなかったんだが、これからその手で来るということであれば一つだけ対応策があるんだけどね。あなたの勧告に従ってそれを。不当な勧告でしたな。何です？不当だったと申し上げているのです。そもそもヤン提督を左門にかけるべきだなどと口を出す権利は私どもにはなかった。内政干渉に当たることですからな。あなた方の方こそ拒否するべき正当な権利と理由があったはずです。それはその権利をあなた方は行使なさらなかった。私どもが勝手に口を差し挟み、あなた方は自主的にそれを受け入れ、それでもなお全責任は私どもフェザーンにあると弁務官殿は主張なさるのですから。しかしあの時もし拒否していたら、私ども自由惑星同盟はあなた方フェザーンの好意を得ることは今後できなくなる。あの時のあなたの態度から私どもがそう考えたとしても無理のないことでしょう。まあ済んだことを言っても始まりませんな。問題はこれからです。今後一体どうなさるおつもりですか、弁務官。今後とおやおや考えていらっしゃらない。困りましたな。私どもフェザーンは真剣に悩んでいるのです。現在のトリュニヒト政権と将来あるべきヤン政権とどちらと友誼を結ぶべきであろうかとね。将来あるべきヤン政権ですと。バカな失礼。しかしそんなことはあるはずがない。絶対にありません。自信満々で断定なさる。では伺いますが、3年前あなた方はラインハルト・フォン・ローエングラムなる若者がごく近い将来に銀河帝国の支配者になるであろうことを予測なされました。それは歴史の可能性の豊かなこと、運命の気まぐれなこと、核のごとしです。弁務官殿もよくお考えになった方がよろしいでしょう。先行投資の重要さというもの。人間には現在は無論大切ですが、どうせなら過去の結果としての現在より未来の原因としての現在をより大切になさるべきでしょう。つまり帝国軍の指揮官は我々を発見して選択を迫られることになる。このままイゼルロン要塞を攻撃し続けて我々の攻撃に背を向けるか、逆に我々と対してイゼルロンに後ろを見せるか、兵力を分散して二正面作戦を取るか、タイムラグをつけて確固撃破するという賭けに出るか、勝算なしと見て退却するか。ま、追い込まれたわけだ。これだけでも我々は有利になったんだよ。私としてはぜひ5番目の選択をしてほしいね。そうすると犠牲者が出ないし、第一楽でいい。それは敵艦隊やはり後退しています。ガイエスブルグは依然動きません。距離60万キロ。援軍が来たのでしょうか。そう思わせておいて我々をおびき出すつもりかもしれん。罠というわけか。どうも坊や。両方かもしれません。両方？はい。援軍は確かに近くまで来ています。帝国軍はそれを知って逆に罠に利用しようとしてるんじゃないでしょうか。というと？援軍が来たと思ってこちらの艦隊が出ていったところへ敵の全面攻撃がかかれば、やはり罠だから引き上げろということになるでしょう。そうやってこちらの艦隊を封じ込めておいて、彼らは援軍を迎撃するのに全力を挙げるというわけです。どうしてそうだと思うんだユリアン。帝国軍の動きが不自然すぎます。それは確かにそうだが、それだけで判断の根拠になるのか。それはこうです。彼らがこちらの艦隊をおびき出そうとするとき、その目的は何でしょうか。伏兵を敷いて艦隊を叩こうとしているか、こちらの艦隊の旗艦に食いついて要塞内に侵入を図るか、どちらかですよね。でもこちらが防御に徹して遠く出撃しないことは敵も承知しているはずですから、むしろ彼らはこちらの防御心理を利用して封じ込めに出るでしょう。その方が確実性が高いですからね。なるほど。俺はポプランの弟子である前にヤン提督の一番弟子であることはよく分かった。メルカッツ提督、いかがですか。そういうことであれば話は難しくない。我々は彼らに封じ込まれたふりをすればよいのです。そして彼らが反転した時突出してその後輩を撃つ。援軍との呼吸が合えば理想的な攻撃戦が展開できるでしょう。わかりました。提督には艦隊の指揮をお願いしたいのですが。承知しました。あ、そうだ、ユリアン君にはヒューベリオンに同乗してもらおう。環境にな。はい。敵駐留艦隊イゼルロンより出撃。よし、全艦
隊急速反転、直ちに総攻撃。帝国艦隊急速に接近中。敵は後退しつつあります。5分前から相対距離が縮まりません。敵が重心陣を敷いて我々をその中へ引き込もうとしている可能性はない。その可能性は極めて少ない模様。では奴らの意図は時間稼ぎだ。味方の艦隊が要塞を出るのを待つつもりだ。小賢しい。その手に乗るか。全艦隊最大戦速。敵艦隊加速。敵射程距離に入ります。よし、停。フォーメーション D を。フォーメーション D。突破して反転し、敵の外側から逆追いしろ。閣下、それは無理です。何？敵は回廊の航行可能空間をいっぱいに利用してます。敵のさらに外側に出ては艦が持ちません。敵に倍する艦が動きも取れんのか。後方より敵襲。何？変調方向です。うん。再出撃してくるとは。測られた。敵は要塞に戻っていなかったのだ。味方の後衛が壊滅しつつあります。装甲の厚い艦を前に出せ。無秩序に後退するな。傷ついた艦を内側に下がらせながら艦列に隙を作るな。羽鳥剣少将静止。退却するな。背後を突かれたら前面の敵を打ち破り、そのまま同盟領になだれ込むまでだ。そうすれば不可能と言われた回廊突破がなり、宇宙は我らのものになる。フォーメーション E。アイヘンドルフ艦隊壊滅。閣下、もはや突破は不可能です。このままでは死か捕虜か、いずれかが我々を待ち受けることになります。申し上げにくいことながら退却なさるべきでしょう。Don't be one of those guys. そう、あれがあった。あれとおっしゃいますと。ガイエスブルグ。あの面でかい役立たずをイゼルロン要塞にぶつけてしまうの。そうすればイゼルロンとてひとたまりはない。艦隊戦では敗れたが、まだ完全に負けたわけではないぞ。Well, 全艦反転。密集待機を it's what you should have did in the first place. ガイエスブルグへ撤退する。敵艦隊銀河水準面に対してマイナス方向に転進。無理に食い止めようとするな。今はヤン提督との合流を果たすのが先決だ。ヤン閣下、味方はなぜみすみす敵を取り逃がしてしまうのか。今からでも我らが追撃をかければ味方もこうして殲滅できましょう。攻撃命令をいただきたい。いや、あれでいいんだ。敵には要塞に戻ってもらわねばならない。閣下は甘い。敵は叩けるときに叩いておかねば後に憂いを残す結果になりますぞ。私に考えがあるんだ。今はあれでいい。メルカッツ提督、お礼の申しようもありません。最大の功労者を紹介します。ヤン提督、お帰りなさい。ユリアンか。ガイエスブルグ要塞が動き出しました。イゼルロン要塞に向かっています。まさか衝突する気では。気づいた。だが遅かった。各艦脱出シャトルの収容準備をして待機。ポールハンマー発射準備完了。いかん、近すぎる。やん。要塞
態そのものに艦砲は通じない。稼働中のエンジンを狙え。進行方向左端の一機に全艦で集中砲火。撃て撃て撃て。退去せよ。閣下はどうなさるのですか。俺はもう助からん。これを見ろ。閣下。緊急発進だ。邪魔をするな。やってくれ。Damn! I was like, yo.私の墓にはそう書いてもらおう。で、全治がどれぐらいだ。肋骨が数本折れております。3ヶ月は。Damn. すぐに医務室の方へ。ダメだ、ここで治療してもらおう。ほう。ケンプ司令官はどうなさった。亡くなられました。亡くなった。ケンプ司令官より伝言です。最後にこう言っておいででした。ミュラーに詫びておいてくれと。大神オーディンも昇乱あれ。ケンプ提督の復讐は必ずする。ヤンウェンリーの首をこの手で掴んでやるぞ。今はダメだ。俺には力がない。奴との差がありすぎる。だが見てろ、何年か先を。ドレベンツ、は通信を用意しろ。いや、画面はいい。音声だけ通じるようにしてくれ。我が軍は敗れたが司令部は健在である。司令部はケイラ将兵全員を生きて故郷に返すことを約束する。誇りと秩序を守り、毅然として帰途に就こうではないか。敵を追っていった者がいるって。は、アラルコン少将、グエン少将機下の艦艇合わせて約5000隻が敗走する敵を追って帝国領へ。なんてことだ。全艦直ちに後を追う。すぐに連れ戻さないと危険だ。Another 2 episodes down. It's one of those things about this anime, right? Where you're seeing all these battle strategies back and forth, back and forth, back and forth. You know? And it's amazing to see. It's amazing to see. Let's talk about these 2 episodes, man. Let's talk about these 2 episodes. Yes, sir. All right. So, of course, you know, we know that from episode 32, you know, the Geiesburg fortress showed up, kind of caught them by surprise. They didn't know what to do. So, of course, they fired, you know, their biggest weapons against each other. You know, the Alliance wasn't backing down. And of course, we know the Empire, they weren't backing down. So basically, you know, they basically kind of pinched each other to let them know we're here. You know what I'm saying? Because those guns don't really, overall to the overall fortress, it's not going to really do much damage, but damage nonetheless. So of course, they try to do some stuff. You know, they send out the Rose, whatever they're called, the Rosen Ritter, I think is what they're called. And they tend to go out there. The board took a lot of those guys out. And then I think it's Kempf
the guy that died, I think he's from the Empire, right? And he tried to make a breach by sending out some people, but it just didn't work. They were kind of prepared for that because they have Admiral Merkatz. And Admiral Merkatz, like, I feel like if they utilize Merkatz, back in, for the coup d'etat, for the Civil War, I think the nobles probably would have come out of that as more of a winner than the loser. But they didn't listen to him. They didn't listen to him at all. You know what I'm saying? And I think that's where their downfall came, because they had one of the best battle strategists there, and they did not use him at all. They completely ignored him, think they could do it by themselves, and they end up losing. So Yang was trying to gather some troops to get back, some reinforcements, so he doesn't show up, it's just him or whatever. Showed up with some troops, and that was that. So of course, Muller, I think his name is, or Mueller if you want to call it that, he learned the fact that Yang is not at Iserlohn, brought the idea to Kempf, and he just decided to throw the idea aside, saying that this is just another tactic to let us think and let us kind of withdraw and think twice. This is just another strategy by Yang himself. Little did he know, little did he know that is so not the case. That is so not the case. So it's one of those things, man. You get information, you don't know what to think about it. So of course, he sent back some wishy-washy report back to headquarters, and Reinhard is like, I don't trust this dude. I'm gonna send out a couple of my guys that I should have sent in the first place, because I did not know that the whole idea was that he wanted them to smash Geiesburg into Iserlohn. That was the idea from the get-go. He's like, I don't care if they save it. The idea wasn't to retrieve or get back Iserlohn. The idea was to render it useless, so you know what I'm saying, we can get that Iserlohn corridor out of the way, and we can always probably put another fortress there or something like that, since as we figured out how to move fortresses. So of course, Yang kind of had the same idea. Of course, these guys are like tit for tat, you know what I'm saying, they kind of on the same level when it comes on to battle strategies. I would definitely give Yang the upper hand. I would say a little bit more than Reinhard, you know what I'm saying, because Yang is intuitiveness and just thinking on the spot and figuring things out. Like, you might think that you're thinking this, but he's already thought of that, and I've already moved past it. He's like 10-20 moves about ahead of everybody else. So of course he shows up, saves the day. Meanwhile, these idiots now he's retreating, trying to bring back, bring that situation to pass where he just slams the Geiesburg into Iserlohn, and it's too late at this point, so complete and utter loss. Kempf is dead, and Muller declares that he's gonna take revenge for this for this guy. I don't think I would go that far as to take revenge for somebody who acted kind of you know what, I'm not gonna say he's stupid, but he's definitely stubborn. He's not stupid, but he's very stubborn, and that's one of the things that could make things difficult for you as a person who's whether you're under somebody and you feel like your suggestions are never considered and stuff like that. And he's like, even your subordinates are telling you that you have no choice but to obey his orders. I think they could have had an upper hand
if they had followed through on what Muller was telling them, that Yang was not there, you know, to lure them into a trap. I was like, why would a dead man try to lure you into a trap? But I guess, I mean, the same can be considered in any kind of situation. In any situation like that, it could be a trap, you know, but in the circumstances and the way it happened, didn't feel like one. We as the audience know the truth. We knew that Yang wasn't there for real. So them finding that out from a dead soldier is just it's just one of those things where you're just like, how or why did he say that, right? So at the end of the day, it was a great battle. Geiesburg is destroyed, Iserlohn is still standing, and I know Reinhard is gonna be mad because Mittermeyer and, is it Reuenthal is his name? I keep forgetting the two. I know it's Mittermeyer and the other one. It's I keep forgetting their names, even though I have them here. So it's like he dispatched Mittermeyer. It's, yes, Reuenthal. Hey, I got it right. Or Rosen, I call him Rosenthal. It's Reuenthal, right? So it's one of those things, man. You dispatch them, and now they're gonna show up at a complete loss. They can't do nothing, so they're basically gonna retreat or probably report back to Reinhard, and Reinhard is gonna be mad. He's gonna be mad. At least this is a complete and utter loss, which they could have took a huge dub, to be honest, if he had just like suicide bombed in there, you know, I guess, you know. And one of the things that really interested me about these two episodes, there was a conversation where Yang was talking. You know, I stopped to talk about it as well, and the way how he thinks, you know, about rulers, because really and truly, he would love if both of them could come together and form an alliance and have, you know, one ruler, whatever. That's the ultimate goal, because he believes that Reinhard is a he believes that Reinhard is a really good ruler. Like, he's concerned about the citizens, which we know this, but at the same time, there's a side of Reinhard that is not very sure of. You know, that's from what we're experiencing as the audience. Like, we don't know how far he will go now that Siegfried has died. We don't know how far he will go to attain or to get the universe, as he puts it, right? So we don't know how far he'll go, but Yang does hold him in high regard when it comes to the way how he rules. So that's, you know, commendable nonetheless, to get somebody like Yang to praise you, because when he looks at the people that's the government that's around him and the way how he looks down on them and talking about all the wrong things that they do, and for him to praise Reinhard like that, that's very, very good. So great 2 episodes, man. Can't say I have a lot to say here. It was basically just the battle between these 2 fortresses, and you know, Yang is back, so we're back in the same position that he left it. I'm wondering if they're gonna continue the inquiry, because that wouldn't be good. He might get called away, they get attacked again. You know, they can't risk that, so I don't think they're gonna continue with the inquiry. But who knows? The way how these people are, they might. You know. So in any case, guys, thank you guys so much for tuning in. As always, man, it's your boy Terabyt Reacts, and I will catch you guys for the next one. Don't forget to like, and don't forget to subscribe if you're new. Peace.